どうも皆さんお疲れ様です。敷島テタラです。突然ですが皆さんはアンナミラーズを知っていますか？アンナミラーズ、縮めてアンミラ。ここは一言で言うとパイのお店です。1973年から存在するかなり歴史の長いパイのお店なんですが、現在日本国内で営業している実店舗は2026年2月にオープンした南青山店のみ。そしてこのアンミラは美味しいパイ屋さんとしても知られているんですが、このお店の歴史や多文化への影響がめちゃくちゃ面白いんですよ。以前店にも行ったことないのにアンミラの歴史について調べたことがあったんですよね。で、このお店すごい魅力的だなとは思っていたんですが、肝心の店舗には一度も行ったことがなかったんですよね。というのも一時期は日本国内から実店舗が完全になくなってしまっていたんです。ただ2026年の2月に南青山店がオープンしたことで、この度実店舗が復活しました。というわけで本日は実際にアンナミラーズへ行ってパイを食べながらその歴史を紹介しようと思います。それでは早速行ってみましょう。というわけで本日は外苑前駅にやってきました。敷島、多分この駅降りるの初めてですね。一体何がある駅なんでしょうか？全く分かりません。ちなみに今回の目的地であるアンナミラーズ南青山店はこの外苑前駅のすぐ近くにあります。なのでこの駅がどういう駅なのかを知るよりも先にお店に到着しちゃいそうですね。ありました。ここがアンナミラーズ南青山店です。2026年2月にオープンした店舗なのでかなり新しい感じがしますね。早速入ってみましょう。はい、というわけで入店しました。店舗に行くのは初めてなのでちょっと感動しています。これがアンナミラーズか。中はケーキ屋さんのような感じでショーケースが並んでいます。美味しそうなパイがたくさん並んでますね。1階がこんな感じで特に階段も見当たらないのでテイクアウトオンリーのパイ屋さんなのかなと思ってしまうような内装なんですが、店員さんにイートインを利用したいですと伝えると2階に案内してもらいました。このお店は1階はパイのテイクアウト、2階では店内飲食ができるようになっています。というわけで2階に案内されました。とりあえずメニューを選びましょう。席に着いてから知ったんですが、ここはパイだけではなくアメリカンダイナーっぽいお料理も食べられるっぽいです。てっきりパイとドリンクだけを楽しむカフェ的な感じだと思ってたので驚きました。メニューを見てるとハンバーガーがめちゃくちゃ気になったんですけど、お料理もパイもどっちも頼みたいと考えるとさすがにハンバーガーは重すぎるなと思ったので、店員さんにサンドイッチ系で一番食べやすいのはどれですかと聞いたところ、クラブハウスサンドが一番食べやすくていいんじゃないかと教えてもらったので、それとドリンクをお願いすることにしました。というわけでドリンクを飲みながら待ちます。1杯目はアイスコーヒーにしました。ここのドリンクはフリーフローになっていて、定額でドリンクメニューの中から好きなものを飲み放題、かつおかわりの時には飲み物の種類も変えられるというシステムになっています。アメリカンな感じのお店に行くとたまにこのシステムを採用しているところがある印象です。アンナミラーズはもともと1973年にハワイとアメリカ西海岸でオープンしたのが始まりのお店で、元は創業者のスタンレー・ミラーさんという方が祖母のアンナさんが作ってくれたペンシルベニアダッチと呼ばれる料理を広めるために作ったレストランだったそうです。ペンシルベニアダッチっていうのはアメリカ東部のペンシルベニアに暮らしていた人々が作っていた料理で、パイとかサンドイッチとかの素朴な家庭料理を特徴としているそうです。確かに敷島もさっきサンドイッチを頼みましたね。パイ屋さんとして知られるアンナミラーズですが、もともとはそういったアメリカの家庭料理を楽しむためのレストランとして生まれたみたいです。そんなアンナミラーズが日本に上陸したのは1973年の6月。あずきバーとか、あとは肉まんなどでもおなじみの井村屋の初代社長である井村二郎さんという方がアメリカでアンナミラーズと出会い、ここのパイやレストラン文化に可能性を感じてアンナミラーズ社と提携を結ぶことにします。そして東京青山に日本第1号店をオープンしました。こんなアメリカンな感じのお店を和菓子のイメージが強いあの井村屋が経営してるなんてちょっと面白いですよね。
ちなみに現存するアンナミラーズの店舗はハワイ州のオアフ島にあるアイエア店と今敷島がいるここ南青山店だけだそうです。もともとはアメリカ本土にも複数店舗あったそうなんですが、今は世界に2店舗しか残ってないかなりレアなお店になってしまいました。そのうちの一つが日本にあるってかなりすごいことなんじゃないでしょうか。日本での開業当時はサクサクのパイ生地や濃厚なカスタードクリームを使ったアメリカンなパイやコーヒーのおかわり無料サービス、アメリカと同じデザインのユニフォームなどが非常に新鮮だと話題だったそうです。1973年というと日本ではファミリーレストランという業態自体が広がり始めたばかりの時代です。その時代に特徴的な制服の店員さんがいて、アメリカ風のパイを食べられてコーヒーをおかわりしながらゆっくり過ごせるアンミラは当時ではかなり珍しいアメリカのレストラン体験ができるお店だったんじゃないでしょうか。ファミレスですら目新しい時代にこんなアメリカンの雰囲気なお店が登場したとなると、アンミラは当時の日本人の目にはかなり鮮烈に映ったのかもしれませんね。というわけでクラブハウスサンドも来ました。めっちゃ美味しいですね。これ一口食べるとバターの風味が広がってとってもうまい。パンがトーストされてサクサクなのも最高です。中にはハムなどのお肉がしっかり入ってるんですが、同じくらい野菜も結構入ってるので重すぎなくていいですね。ただこれだけでも十分一食になり得るくらいボリュームがあります。今日敷島はこれが1食目なのでパイもねいけちゃいそうなんですが、これ朝を食べてきてたら普通にこれだけでお腹いっぱいになってそうです。ところでこのアンナミラーズ、日本では青山店を1号店として徐々に店舗を増やし、最盛期には関東圏に26店舗を出店していました。しかしその後少しずつ店舗数が減少。2012年以降は品川駅前にあった高輪店だけしか残されていませんでした。そして2022年、その高輪店も閉店してしまいます。ただこれは人気がなくなって閉店したっていうわけではなかったみたいです。当時高輪店が入っていた場所が品川駅西口の再開発に伴って移転対象となってしまったみたいで、国土交通省から移転要請を受けたことが直接の理由だったみたいです。高輪店は約40年間営業していた老舗の店舗で、幅広い層に人気のあった店舗だったようなんですが、ここと同じような集客力を得られる移転先が見つからなくて、2022年8月31日をもって閉店してしまいます。これによって日本国内からアンナミラーズの実店舗が完全になくなってしまいました。高輪店閉店後の動きはというと、ブランドそのものがなくなったわけではなくて、オンラインショップでパイを販売したり、駅や商業施設に期間限定で出店したりしていました。実店舗はなくてもアンナミラーズ自体は形を変えて存在していたわけですね。そして高輪店の閉店からおよそ3年半後、2026年2月13日、アンナミラーズはここ南青山に実店舗を復活させました。ここに出店を決めたのは1号店が青山にあったからだそうです。1号店があった場所に再復活するってなんか熱い展開ですよね。とここで追加注文していたパイが来ました。さっき1階でショーケースを見ていた感じ、おそらく定番なのはアップルパイとチェリーパイっぽかったので、初来店では定番を頼むべきかなとも思ったんですが、期間限定のレモンパイにどうしても心を奪われてしまってこちらを頼んでしまいました。でもですよ、逆に考えると定番はいつ来ても食べられますが、期間限定は今この時しか食べられないわけじゃないですか。そう考えると英断だった気がするな。というわけでレモンパイです。とろっとしたクリーム、いやレモンカードなんかではないような気がするな。なんかレモンの何かしらのやつと生クリームが乗ってて、見た目にも涼しげで美味しそうです。それにしてもこれなんだろうな。ちなみに揺らすとプルプルして可愛いです。味も最高でレモンの甘酸っぱさがしっかりあって美味しいです。結構酸っぱさが強くて敷島的にはかなり好みの味でした。これは夏に食べるべきパイだな。レモンパイがこれだけ美味しいということは、定番のチェリーパイやアップルパイも相当美味しいんだろうなと思うと、そっちも気になってしまいました。あっちもパイと言われた時に想像するようなアメリカンなパイって感じですごく美味しそうだったんですよね。というわけでパイを食べながら喋るんですけど、アンナミラーズの歴史を語る上で避けて通れないのがやはり店員さんの制服でしょう。
白いブラウスに鮮やかな色のジャンパースカート。敷島が行った時はボルドー色のジャンパースカートの店員さんしかいなかったんですが、ネットで調べるとカラーバリエーションがいくつかあるみたいです。これは今もなんですかね。そしてこの衣装はかなり特徴的なデザインをしています。日本人的にはアニメのキャラクターの衣装を彷彿とさせる見た目ですよね。確かに可愛い制服ですね。敷島も着てみたいです。今ではこういう可愛い制服の飲食店やコンセプトカフェはそこまで珍しいものでもなくなりましたが、アンナミラーズが日本に登場したのは先ほども言った通り1973年。当時はメイド喫茶やコンセプトカフェなどがまだ登場する前の時代でした。つまりメイドカフェなどが生まれるずっと前からこのデザインで営業していたわけです。そしてこのアンナミラーズの制服は後の制服文化やコスプレ、漫画、アニメ、ゲームのキャラクターデザインに大きな印象を残したと言われています。ちなみにいろいろ調べてた時に知ったんですが、1997年に発売されたとある PC 用美少女ゲームのキャラクターの制服はアンナミラーズから思いっきり影響を受けたものであり、そのゲームの続編の発表をアンナミラーズで行ったという逸話もあるみたいです。レストランで美少女ゲームの発表するってめっちゃ斬新ですよね。その他にもアンナミラーズを思わせる制服を着たウェイトレスが登場する作品はいくつかあって、アンナミラーズが可愛い制服のレストランというイメージを日本に強く定着させた店の一つではあるのかなと思われます。こうやって現実に存在する飲食店の制服が二次元の文化の形成に影響を与えているのってなんか面白いですよね。アンナミラーズのこの特徴的な制服は当時の日本人にとってそれくらいに強烈なものに映ったんだと思います。ある意味アンナミラーズはパイを売るだけではなくて一つのキャラクターデザインまで社会に残したお店なのかもしれませんね。そう考えるとなんかすごい店ですね、アンナミラーズ。というわけでパイもしっかり完食です。美味しかった。ごちそうさまでした。というわけで本日は2026年に復活して現存する唯一の店舗アンナミラーズ南青山店に行ってきました。ネットではいろいろ調べてたし話にも聞いていましたが、実際に行ってみると料理も美味しくてかなり大満足なお店でした。クラブハウスサンドもレモンパイも美味しかったです。あと店員さんの衣装が可愛かったですね。制服の可愛いお店ってなんかいいですね。ちなみに2階に上がる階段部分には1号店の写真も掲載されていました。この時代の店舗にも行ってみたかったですね。アンナミラーズはもちろん歴史を知らずにパイを食べに来ても楽しめるんですが、これまでの経緯を知ってから来るともうちょっと違った楽しみ方ができるかもしれません。期間限定のレモンパイも非常に美味しかったので、気になった方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。また次回の動画で